椿だぜ。地下なのよ。今回は浴衣会。いろいろ雑だけど気にしてはいけない。こういうのは雰囲気が大事。雰囲気だ若ちん。というわけで今回もお祭りで、マーブル VS カプコン2、通称マブカプ2をプレイしてもらうわよ。これな、これ、実はアーケードではあんまり触ってないタイトルなのよ。そうなの？珍しいわね。諸事情で触るのが遅くなってな、いざ遊ぼうと思ったら、なんかもう、熟練者がはちゃめちゃやっとるやんか。今更始めてもかもられるだけだわ。03でもやろ。ってなった。従来シリーズとは異なる点も多いタイトルね。つばちか。はい、先生です。ほい、生徒だぜ。ゲームの前にゲームのお勉強、ゲーム時制学の時間です。これ、実質ドリキャス1000枚だったのね。はい、当時の主力ハードには移植されているのだけど、ドリキャス版は稼働の翌月には販売を開始。一方で PS2、Xbox の移植は2年半が経過してからになるわね。遅すぎると言わざるを得ない。アーケード版がナオミで動いていたという都合もあって、ドリームキャストへの展開はとても素早かったものの、肝心のドリームキャストがシェア争いで苦戦していたのよ。第6世代はソニーの圧勝だった。DVD メディアへの対応は大きすぎた。こりゃあかん。ってことで各 S2 の時には PS2 版も同時発売する方向にシフトしたわね。ドリームキャストは定価が2万切ったタイミングで買いました。PSO で悪さしてる人が一人で何台も買って奇妙なハードだったわね。その話はやめておこうな。ゲームの解説をするわね。本作では操作方法が従来作とは異なるわ。カプコンの6ボタン配置ではあるんだが、中攻撃がなくなって強攻撃のところがパートナーボタンに。中攻撃はチェーンコンボの際にのみ出てくるものになって、弱ボタンが中ボタンを兼ねているって作りになっているわ。パートナーボタンを押すことで、控えのキャラが出てきて技を打って帰っていくって仕様になっているのよ。KOF のストライカー的なやつなんだが、これがもうはちゃめちゃが押し寄せてきとるやん。ナイスアシストによって飛躍的にコンボを飲ませるっていうか、永久コンボもたくさんあるはちゃめちゃなゲームとなっているわ。あ、はい、いつも通りなんすね。登場キャラは50人オーバー。従来作ではコンビだったけど、本作では3人で1チームというスタイルなのよ。3人分技を覚えないと戦えない。本作は近々再販されるタイトルの一つでもあるのよ。カプコンの出したマーブル方面の作品をまとめたやつが出るんだよな。今回遊んでもらうのは、ダウンロード販売された PS3 版。2013年には販売終了となったタイトルで、今回の再販を待っていた人も多いと思うわ。確実に海外人気は高いやつよね。自重しない永久コンボにヤバいバグ、完全崩壊したキャラバランスなど、格ゲーとして見るとはちゃめちゃが過ぎるタイトルだけど、世紀末ゲーの前身として刺さる人にはぶっ刺さる、超絶コンボでなんかその気持ちよくなるタイトルなのよ。あ、はい、なんかその感じにボコボコにすればいいんですね。前回リザルトのお時間です。最悪、浴衣即没集である。はい、これといって目立ったミスは検出されませんでした。マジかよ。若干怪しい部分はありましたが、無事脱字には当たらないとして処理しました。本来、とすべきところが、になっておりますが、これは口語調のネタの一つです。ボケっぱなしは良くない。ネタはすぐに回収してね。書き言葉として正しくないのはごもっともな指摘でございます。一応、実況の手でやってるからな。時々方言も出るけんの。その場合は発音が怪しい問題も紛失しとるぞ。つばちか。まずは恒例のオープニング視聴の儀なのだけど、本作にはオープニングが収録されておりません。はい、今回も独断と偏見で需要の高そうな女子をチョイスします。キャラを選択した後でスポートタイプを選択。呼び出した時に何をするか選べるんだな。いつもの JK、突進攻撃なら小王剣、シューティングなら波動拳って感じね。突進攻撃と移動攻撃って同じ意味だろ。移動攻撃は瞬風脚が出ると思うわ。超必殺技を複数持っているケースでは、みんなでぶっ破するときにどの技使うかもこれに依存するわ。いきなり知らないキャラだぞ。サイバーボッツの人かな。トロンちゃんはロックマンダッシュのキャラよ。キャラとしてはスピンオフ作品であるトロンと古文におけるものがベースとなっているのよ。なんか知らんが動きの緩慢な序盤戦だ。コンボ練習の的になってもらうぜ。ガードして反撃。かい。下段チェンコンボでダウンさせてからの3度スプラッシュで追い打ち。この砂かける技がめっぽう強い。この技だけでこの戦いを生き抜きそうな勢いだ。で、この海賊っぽいお姉さんは何者だ？ルビーハットさんは本作のオリジナルキャラで、本作の主人公的なポジションの人なのよ。うわわ。少々トリッキーな動きをするキャラクターね。はい、あっさり撃破だぞ。難易度は標準の中級者向けですが、プレイ時間の圧縮のため、ダメージレートを上げているわ。全体的に攻撃力が高い設定なんだな。
油断すると一瞬でボコボコにされるわよ。結構体力がまずいが、ゲージ3問貯めてからチェンジだ。たまったわよ。出番だ女子高生。強パンチカラー。例によってブーマの色後ろになるカラーである。何してんだ、危ないなアメリカ。変身。過去作では隠しキャラだった日焼け桜ですが、本作ではゲージ3本技でミニに変身するようになりました。日焼けするとブルマの色も黒くなるぞ。ブルマのパレットはインナーでグローブっぽいものと連動なのよ。注目殺も3ゲージ技だからな。決めようと思うと1人でゲージ6本必要だ。本作には試合終了後のテキスト的なものは一切ないのよ。テキストもないのは残念ではある。個別のエンディングもありません。こいつはベノム、映画で見たぞ。実写版の映画では真っ黒なやつだったわね。なんやかんやでいいコンビ風にまとめる系のヒーローかな。とりあえず砂かけようね。思い出したようにアシストを適当に使っていく。なんかこのゲームって控え選手をうまいこと使わんといかん気がする。使いたいキャラを3人選ぶというよりは、メインのコンボをサポートできる構成の方がいいかもね。サポートに出てきたキャラは基本的に無防備なの。適当に呼んでるとスーパーコンボに巻き込まれたりして、何もしてないのに大ダメージなんてこともあるので注意よ。ソニック踏んだ。ゲージは使っちゃけど、敵を強制的に交代させる技もあるの。うまく活用できると戦略の幅も広がるのよ。まだ序盤だし適当でいけるやろ。何してんの君たち、何してんの。ガイルのスーパーコンボがリッチに近すぎてシナジーがゼロだったわね。みんなでぶっ破する大技か。こっちは春木殺狙いなのでゲージは温存だ。標準の桜と日焼け桜では技構成も違ってくるのよね。標準の桜は弾が前に飛ばない。コマンドも竜巻 P で斜め方向への飛び道具になるな。超音剣が波動剣コマンドで出ると新技に。もうちょっとでゲージ3本たまるぞ。春木殺のボタン変わってるわよ。最後の強パンチが中パンチの1だよな。ここだ、今だ。余裕の切り返し。3ゲージ返して。こんなことにゲージ咲いてると時間がかかるので普通に戦ってね。しょうがないな。でも日焼け変身はしたい。普通の桜の使い方がよくわからんのね。ケイちゃんと一緒に踊るしかないわ。はい、2ステージ目も難なくクリア。7チーム撃破すると8ステージ目がラスボスになるのよ。ブルビーと飛竜は分かったが、変なの混ざってたな。あの緑のはミンゴという本作オリジナルのキャラクターになるが、サボテンっぽい謎種族なのよ。まずはウルビーをボコボコにしていくぞ。チェーンコンボから必殺技に繋いだだけだけど結構減ってるわね。ダメージレートは最大 ?4 段階中の3よ。標準なりの設定なのよ。1つ上げただけで結構やべえのな。あかんかん。頼れるスーパーコンボ。一応ビーム系ってことでいいのかしら。そこそこ発生が早くて端まで届く技は貴重だ。ビームっぽい技があると色々はかどるのよ。よし、ウルビーを倒したぞ。オリジナルキャラのアミーゴよ。サンバでアミーゴのキャラかと思ったがメーカー違うわ。砂。これはひどい。露骨な対戦拒否である。ゲージは溜まってるわね。変身。即撤収。時代は猫娘なんよ。桜一人で頑張る構成に見せかけた猫無双であった。積極的に砂引っ掛けていこう。ジャンプ攻撃が妙に強い。ブルーだしね。空で強いのは仕様なのよ。サイですか。サイです。よし。桜にゲージは大体になし。あれは安心を買っている的な。お次はジル、マロー、ローグの女性3人チーム。こちらはソンソンちゃんを出していくぜ。バーサス表示の画面でサポートボタンを押していれば1人目は選択可能よ。この子はコンボからちゃちゃっと繋がる技が乏しい。昇竜拳コマンドの技が連続技に使えるが、ガードされると結構危ない系の技だ。ヒット確認してから出しやがれ。ジルってバイオの人か。これの3作目ではクリスやエスカーもはちゃめちゃしてたわね。これは駒投げか。打撃投げの一種ね。ラードはできる系よ。かわいい。ジルを撃破ね。誰か知らんがこいつを食らえ。食らうと食らわれる。敵の女性はサララッシュマン。コードネームはマロー。強靭な骨を生成して武器にするって能力を持っていたり、心臓が2つあるって特徴もあるけどゲーム的には反映されてない要素ね。ミュータント系の人か。最終的にはウェポンミックス側で戦うことになるキャラなのよ。やっつけた。この人は知ってるわよね。過去作で見たぞ。集中して能力を奪うんだ。豪傑時一足身のある技を使う人だな。暗大妖怪ババアと一緒にしないであげて。過去作では技をパクっていたけど、本作では相手の個性に合わせたパワーアップ効果を得るって内容に変化しているわ。簡略化された感じなのね。おっとっと。エリアル開始。下手くそ。どうもね、エリアルが苦手なのよ。なんか画面外で通過していった。突進系の技だったわね。空中ダッシュ。
ちなみにこのソンソンちゃんはあのソンソンの孫なのよ。もともと孫悟空の孫でソンソンだろ。ソンソンソン。ツバチカ。ツバチカ。うわ、また随分と濃いのが来たな。ケーブル、アイスマン、ザンギエフ。どこの誰かは知らんが、こいつがこのゲームの強キャラなのは知ってるぞ。この人はサイクロップスの息子なのよ。強力なサイキッカーなのだけど、体が機械化してしまうウイルスの進行を遅らせるためにパワーのほとんどを使っているの。そのため攻撃手段の大部分は銃器を用いたものになっているわ。なんかグネグネしたビームがすごく強いんだろう。フェイクで出すハイパーバイパーがもうとんでもない暴れん坊レーザーね。ゲージやるだけ全部つながるのよ。レバーガチャでヒット数増えるんだって。レバーの上下で軌道制御、パンチ連打でヒット数増加ね。お次はアイスマンだ。ゲージやるわよ。違うんす。変身しようとして暴発。変身、結集、ゲージ吸収 GT。日焼けしておけばいざって時にビームが打てる。標準桜の真空波動拳の斜め上に飛んでいく系なのよ。ラスボス戦では標準でいいな。ザンギュラ、それはあんまりだろ。スーパーアーマー状態での移動投げ。あれは食らってしまうわ。ちょい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 。まんまとやられとるやんか。ちなみにザンギエフの特殊コマンドでメカザンギエフの特性を付与できるのよ。アイスマンも久しぶりに見た。過去作のキャラは漏れなく出てる感じなのかな。一部のボスとかのイマロ以外はみんな出てる感じね。ノイマロはしゃあない。今度でコレクションからも削除されているのよ。収録作のジャケットからも撤去済みである。うわわ、何してんのよ。スーパーウリャッチョ。追加でもう一発だ。意味ない。違うんす。桜が真空波動拳打ってくれるはずだったんです。ゲージの並び順を見れば次がソンソンなのはわかるでしょ。あ、はい、せやねん。リュウとアナカリス、サイキック姉ちゃん。リュウは友達選んだ方がいいぞ。リュウは白鉢巻きバージョンです。そろそろ雑に飛ぶとしっかり対空出してくる。地に足をつけた戦いを心がけよう。砂かけてるだけじゃないの。うちのメンツでまともな弾はこれだけなんだ。標準桜の弾は前に飛ばない。ソンソンの弾は発生が遅い。っていうか、なんでソンソン連れてきたし。邪気の中央におるんやで、こんなん使うしかないやろ。猫と猿と女子高生。よし、なんか砂飛ばしてりゃこいつは余裕だぜ。身も蓋もない攻略である。分かってるんす。分かってはいるんす。必殺技で締めるエリアルレイブとか、サポートを絡めたやベーコンも、そういうのがこのゲームの花だってのは理解している。できることならそうしたい。できるならね。正直生き残ることに一生懸命でそれどころではないのだ。動画にするには練習不足ではあるけど、浴衣会があるならこれやろうと決めていたのよ。浴衣1ミリも関係ない件について、弊社はノリとタイミングだけで来ております。なんやかんやでもうすぐ4000人だ。頑張ろう。アナカリス、もう一息よ。それはずるいわ。疾風剣。それは空中波動拳です。くらえ。全然早かった。残すはサイロップただ一人。こっちは結構余裕あるぞ。ソンソンはほぼ無傷。他の2人が3割程度のダメージ。桜締め。本当に桜締めという通常投げである。レバーガチャでヒット数がアップするぞ。おっぽこ。素通り。てんや。下手くそ。グハ、真上かよ。結構ピンチよ。ガリコミ猫キック。困ったら猫である。適当にキックつないですが、これだけで OK か。楽しそうで何よりです。はい。突撃女子高生。サポートフィニッシュ。勝ちコースは2人分。ケイちゃんこけた。最終戦。同一メンバーなのよ。マジかよ。CPU レベルはかなり高いわ。正しい使い方を見せつけられる勢い。コンボ映像のどれだかが不足しているからな。CPU の壮絶コンボに期待しておこう。クラ側なんだよ。召喚されたサポートかチェンジしたのかと思った。負けじと召喚するも空振り。適当に通常攻撃から小王権されただけやで。適当に攻撃を仕掛けてもきちんとガードしやがる。グハン、猫うざい。結構ボコボコにされっぱなしである。全然攻撃が通らないぞ。ここに来て急に強くなる CPU であった。この技に頼っていて。あかん。幸い猫の技には当たらずに済んだわね。縦と横のコンボなら両方は当たらんな。うわ、女子高生強い。猫アシスト。変身。これで有利に立ち回ることができるかしら。猫を撃退したぞ。ソンソンが回復アイテム持ってきてる。サポートタイプのわけね。あれ使い放題なんか。うわわ。回復するのは肌ネジの部分のみね。やめてくれメンス。最後はガードできた。
波動ビーム。それバガチャでヒット数アップするわよ。ちょい。この JK 強いんすけど。一人倒すのに2人ボコボコである。きっついなこれ。これはチャンスかもしれんぞ。敵のサポートが比較的無害な間に猫を倒したい。敵のソンソンちゃんはサポートタイプ、回復アイテムを持ってくるのよ。予期せぬところで割り込んでくるよりはずっといい。くらえ。避けられた。援護に出てきたソンソンちゃんにクリーンヒットしてたわよ。なんか知らんが感じに逆転できてる。やられた。早くしないとソンソンのおかげ値が回復してしまうわよ。早く猫を倒せ。体力の総量で言えば大幅にリードできているわ。焦ってはダメよ。おっと、チェンジしてきたか。うわわ、あの猿何してんの。あれ何。サイヤ人が大猿になるんは常識やろが。サイヤ人ちゃうやん。うわぁ、またやってる。一定時間変身する技なのよ。攪拌は取れんか。サルカッセン。通常投げ。名称不明。パンチ投げである。うっそ、あんなお仕置きタイムやろ。あわわ。これは吸える。金人形パン。あとは猫だけよ。リードはわずかなので慎重に。やったぜ。で仕留めきれてない。ひょうたん、あんわしてやったり。なんとか倒せたぜ。手強い対戦相手だったわね。次がラスボスだな。これはアーケードで人がやってるのを見てたぞ。本作オリジナルのボスキャラクター、アビスよ。希薄なストーリーではあるけど、みんなこいつを封印するためにやってきているのよ。敵はこいつ一体なんだが、変身をあと2回残している。結局は3体相手にする系のラストバトルだ。第1形態、波動の鎧なのよ。基本的には事後が好きだらけな技を打つだけだ。反撃しつつゲージを貯めるフェーズだと言える。黙ってガードしてるとゴリゴリ削られるのよ。エリアル指導技を当てても浮かないが、そのままハイジャンプして背後に回ると良いらしい。そいやさ。バババババババ。はい、きちんと空中ガードも入力しておきましょうね。ソンソン、頼むよ。一人自殺してもらわんと困るのよ。猫パンチ。ほぼ被害なし。この調子で第2形態を倒してしまえ。第1形態で止めたゲージをうまく使うのよ。できれば最後に残したい。第2形態、守護者よ。こいつは南海漢字の距離からしなくてれば大丈夫だと思う。一歩前。違うんす。暴発なんす。歩きながら波動拳で醤油ケアスで盛り上がったわね。霊漢字の距離で、なんとか。食らいながら反撃してくるとか、ナウイことするやんか。ナウイか？はい、砂。しまったな。ちょっと想定外にゲージ使ってしまった。4本あれば安泰なんだが、これじゃきついぜ。最終形態がお出ましよ。攻撃力はとても高い一方で防御力はかなり低いの。ゲージが複数あれば勝負は一瞬で決まるのよ。ダメージレートも上げてるしな。やす。いきなり来る6個である。桜にゲージをつなげ。ちょっと、どこ行きやがった。猫昇竜拳。猫、大した仕事もできず退場である。女子高生に3本託せたのは大きいぞ。変身はしません。ゲージは全部真空波動拳に回すぞ。斜め方向への連続波動拳。このボスには都合が良いわね。あかん。これ痛い。すごく痛い。半分持っていかれた。ここだ。くらえ。もう一丁。くっそ、もうゲージがない。あとちょっと、なんとかしなさい。耐えていればゲージ1本に届くかもしれない。なんかあるぞ。あの丸い玉が弱点類なのよ。そういうのは先に教えてね。弱点のコアが出たわ。ナムさん、やす。うわぁ、負けた。ゲージ溜まってただけにもったいないわよ。大丈夫。もうわかったんよ。はい。コンティニューしていいので倒してちょうだいね。カットしてますがスコアによる現在ランキングは毎回表示されます。はい。コンティニューして最終形態から。猿と猫はすでに退場するもゲージは4本。だったらいけるぜ。あれ、これいけるんちゃう？あかんかった。今一度。開幕で半分ほど奪い去ったわ。もう一食らうがい。なんとかしのげばあと2回は打てるだろう。敵体力あっという間に残り3割程度。どっか行った。画面端か。うわわ、怖っ。逆向き。あかん。けどゲージもろた。くらえ。もう一丁いける。よし、倒したぞ。真空波動拳のみであった。ゲームクリアだぜ。はい。だいぶ無様なプレイではあったけど、標準難易度で無事クリア。レビューをお願い。
相変わらずって部分は素直に評価できるタイトルだ。ゴロゴロ見つかる永久コンボに崩壊したキャラバランス、まっとうな格ゲーとして見ればグダグダなのは間違いないゲームなんだが、お祭りだし別によくね的な勢いはある。好きなキャラや知ってるキャラ、なんかこいつええやんみたいな雑な取っかかりから軽く遊ぶには良いゲームだ。キャラバランスに関しては海外では考え方も少し違うみたいなの。日本では強すぎたり弱すぎるキャラの存在はバランスが悪いと評されることにもつながるのだけど、海外でこいつが強いあれが強いってことになると、みんな使えばいいやん的な方向でまとまってしまうのよ。さすが実力主義なお国柄だな。際立った個性が尊重される。56キャラもいるんだ。それでバランス取れっていう方が無茶なのは理解もできる。その辺はもう目をつむるっていうか、なあなあで済ませつつ、ド派手な演出や軽快なコンボ、他のゲームでは味わえない独自のゲーム性を楽しもう。そんなお祭り感を色濃く出してきたタイトルだと思う。アーケード版が稼働していた頃は最初から全キャラクターは使用できなかったの。また家庭用とアーケードでも初期の使用可能キャラクターに違いがあったり、ドリキャス版との連動要素なども搭載されていたのよ。ちなみにダウンロード販売版は最初から全てのキャラが使用できるのよ。余談ではあるけど、本作はマーベル表記となっているわね。今現在では日本での読みはマーベルに統一されているの。主に実写映画が広く認知を得る以前と以後で読み方が変わっているのよ。一般認識としてはアイアンマンとかアベンジャーズのヒットでわっと広まったって認識かもしれないが、一定の層にはカプコンの功績が大きいのも事実なのだぜ。そこ、日本語での表記はアベンジャーズなのよ。なんでや、アベンジャーズだろ。V やろがい。リベンジをリベンジとは書かないでしょ。レベンジ。いいから死ねて、終わっちまうぞ。本作は、世紀末お祭りデー。2000年のゲームだしね。文字通り世紀末リリースね。新世紀は2001年からだぞ。いや、そういう意味ではなくてな。皆まで言うな。格言用語の世紀末には別の意味がある。みんな知ってるわ。つばちか。つばちか。無事にクリアできたところで今回はここまで。なんで平常運転なの？マジで暑い。早くエアコンつけて、フルパワーキボンヌ。こんな状態で家から出ちゃいけない。不要不急の外出は控えるべき。脳みそ茹で上がっちゃう。お前が夏祭り行きたい言うたんやろが。そこはちゃんと言って言わないとダメだぞ。間違えたと思ったら、次ではさと同じ間違いをしろ。みんなそういうもんなのだと考えるって逸話もあってだな。それは楽器演奏の話だろ。はい、次回は例のクイズゲーム、8月をプレイするわよ。こんな感じにレトロゲームの話題や、実況プレイをしているチャンネルだ。まだの人はぜひチャンネル登録してくれよな。トップページのリンクをクリックすれば、X のアカウントにアクセスできるのよ。少し早めの投稿予定を知りたい人はフォローしてくれよな。その上にあるチャンネルの概要欄をクリックすると、欲しいもやマシュマロを投げられるわよ。欲しいもは Amazon の欲しいものリスト。何かご支援いただければ、大変喜びます。マシュマロ質問はたまったらネタにするのだぜ。動画のコメント欄でも全然大丈夫よ。というわけで、最後までのご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。また遊びに来てくれよな。またね。マジで暑くてとても困るな。連日危険なレベルの暑さね。あまりの暑さに隣の家の猫が屋内に引きこもってしまった。これでは捕まえても振ることができないではないか。隣の家の猫をも振ってんじゃないわよ。抱っこしても暴れなくなっていたのに、涼しくなる頃には好感度がリセットされてしまうわ。また一から頑張れ。